最強装備が揃うと一気に神ゲーに化けるゲームの RTA、始まるよ。早速ですがスタートです。本作は1986年の12月15日にアイレムから発売されたアクション RPG です。7体のボスに守られている魔性を全て燃やし、最後に魔王を倒すことがゲームの目的となります。本作はアクション RPG ということで、戦いの中で時期を強化していくことができます。その一つがこちらのライフアップ、取れば最大ライフを10増やせますので、見かけ次第拾っていきましょう。中ボスは剣を連射するだけで完封できます。はい、楽勝。そして中ボスのサーペントを倒したら、何もないところに触ることで迷宮にイン。そしたらすぐ真上の部屋に入りましょう。このフロアにはタワーという、縦に並んだボールみたいな敵が出てきます。この子は本来49回も剣を叩き込まねば倒せないという非常にタフなお方です。しかし、密集している間に攻撃を当てることで剣が複数回ヒットし、楽々倒すことができちゃいます。倒した敵はラダーという通貨を落とす場合がありますので、まずはこの場を使って大量のラダーを稼いでいきましょう。ということでおよそ7分間この作業が続くので、早くも倍速させていただきたく。ところで本作ですが、海外でもデッドリータワーズというタイトルで発売されています。その人気ゆえか、スピードラン .com を見たところ実に11名もの奏者がおりました。先駆者はみんな海外兄貴ばかりなので、その記録はいずれも海外版でのものとなっているのですが、プレイ動画を見た感じですと、海外版の方がアイテムのドロップ率が高く設定されていそうでした。実際に自分で海外版をプレイしたわけではないので目測ではありますが、自分がこの稼ぎに7分費やすのに対しみんな4分程度で終わらせていたので、ですのでこれから本作の RTA に挑戦される皆様は海外版の購入を検討してみてはいかがでしょうか。おっと200ラダー溜まったら一旦右のフロアにあるショップにインしましょう。そして汗水垂らして稼いだ200円を全部使い、オレンジスクロールを2枚購入するなり。買い物が終わったら再び稼ぎ場に戻り、あとスクロール3枚分、この作業を繰り返します。注意点として、マイヤー王子は250ラダーまでしか持てないので、稼ぎすぎて溢れることがないようにしましょう。さてこの作業、単純なだけに、操作ミスがなければドロップ運と連打力だけがものを言います。ドロップ運はどうにもならないので連打を早めていきたいところですが、自分の連射力は迷宮組曲のタイトル画面で100以上の数字を出せない程度。ってことで連射弱者なりにどうにかしようと考え、禁断の両手連打を解禁して RTA に挑んでみたりもしました。その結果、操作が忙しくなったせいでミスは増えるわ。ミスしなくても結局ドロップ運に恵まれなければ早くならないわでまさにハイリスクノーリターン。おまけに爪が皮膚からバイバイ仕掛けてしまい、プレイを途中で断念せざるを得なくなりましたので、この方法だけはやめた方がいいと思いました以上。さて稼ぎはもうちっとだけ続くので、迷宮についてでも。迷宮は全部で10箇所あり、目には見えない何かに触れることで前触れなくここへワープさせられます。迷宮内には今飼っているタワーのような稼ぎ要因や、アイテムが買えるショップといった有益な要素もあるのですが、ここで注意したいのが二頭身の敵の存在。でかい敵は基本的に強力で、初期状態裸同然のマイヤー王子を2、3発でほふる力を持っています。おまけに出現位置が上の入り口付近にあるせいで、位置によっては部屋に入った瞬間ぶつかってしまうことも。上から侵入すると同時にこいつらにはめられて瞬殺。というのは魔性経験者の誰もが味わわされたことでしょう。ですがこの理不尽とも思える事故への対策。説明書にはしっかりと書かれておりました。それがこちらです。地下迷宮は、マップを作って道を開こう。地下迷宮のマップには、魔法陣や敵キャラも書き入れておくと便利。ということで敵を書いた自作マップを作っておけば同じ場所で瞬殺される未来は防げてしまうのでした。優しい。ちなみに迷宮は上下左右でループするのでマッピングの難易度は高いです。書き損じに注意だ。そろそろ稼ぎが終わりそうなので、5枚目のスクロールを買いに行きましょう。あ、ショップ前のスライムは稀に体当たりをかましてきます。ぶつからないよう祈りましょう。そしてオレンジスクロールを買ったらすぐにしよう。
するとあら不思議。長い道のりをすべてカットし、一気に回廊までワープできちゃいます。ここからは7つのエリアを順に登っていくのですが、まずはグラッドウィングの打倒を目指します。各エリアは、アウトサイドとタワーとボス部屋の3つに分かれています。ここ神ブレーキ。アウトサイドは今画面に映っている、斜め移動を要求する階段がたくさん置かれた素敵なステージです。階段を登るときは、王子の移動速度が低減してしまうというリアリティ溢れる仕様も完備。ゲームにリアリティはいらないって？本作ではリアルと違って階段で突き飛ばされても転落死なんてしませんやったぜ。まあ階段以外の場所で転落死することはあるんだけどね。このオレンジの雲はランダムな感覚で急に降ってきますが触れると50以上持ってかれます。気をつけよう。ということでタワーです。途中でアーマーを手に入れられるのですが、まずはボス部屋を目指します。ここリセポイントです。ランダムに動きつつぶつかってくるスモールゴーストと、超速超威力ショットを放ってくるウェアタイガーに殺されないよう祈りながら対処しましょう。ちなみにはしごは右下に立ってから上入力するとスルッと登れます。時短テクニックですね。上のはしごの両脇でグライムが往復していますが、安定のために倒しておきます。この辺を無理して突破しようとして何度も死にまくってるので慎重になっちゃうのも致し方ないね。ってことでこの先かなりのリセポイント。チビゴーストの対処が遅れると、上にいるウェアタイガーが狂ったようにショットを乱射してきてタイムと命を奪われてしまいますぞ。とはいえここは慎重すぎ、接近して連射した方がいいですね。なお王子は画面上に一発までしか剣を投げられません。故に一発目を外すと完全無防備になり一気に大ピンチ。そのまま敵に絡み殺されるというのは魔性あるあるの一つでしょう。逆に一発当てれば大抵の敵はひるむので、いかに射撃を外さぬよう祈るかが腕の見せ所ですね。ということでボス戦です。一発で48ダメージも受けちゃった。痛い。でボス攻略法ですが、左下からひたすらボスかボスの周りをブルブルしている炎をめがけて剣をぶつけていきましょう。左下にいれば大抵の攻撃は当たりませんが、安全地帯ってわけではありません。鋭い感じに避けていきましょう。なおボスが無数に飛ばしてくる火の玉に剣を当てても、本体にダメージは入りません。本体かぐるぐる炎に当てていこう。ってことで、やってる本人は集中しっぱなしですが見る分には実に地味な攻防戦をしばらくお楽しみください。はい、なんとか楽勝で勝利。そしてボスを倒すとイビルベル。元今賞を落としますので逃さずゲット。終わったら歩いてタワーまで戻りますぞ。この辺にいるウェアタイガーは弾を吐かない個体なので、臆せず突っ込んで OK です。すでに体目のタイガーを処理した後は、さらにはしごを下に降りまして。ここだよここ。パラレルゾーン突入。そして画面が出たと同時に上に行ってからすぐ左下に移動。この位置はアンチなので、超高速かつランダムな動きで一発40ダメージ超えの体当たりをかましてくる卒業ゴーストどもはこの場で倒していきます。一体は上に消えてくれたので、他を処理したら下へ降りていきましょう。なお事前に画面を少し上にスクロールさせておかないと、はしごを降りようとした時に上に消えたゴーストが戻ってくるので注意です。で下に行けば超高速グライム君が3匹邪魔をしているので適当にあしらいましてっと。邪魔だ来るな。右にありますは最強防具の一つ、ハイパーアーマーです。最後のゴーストを殺し次第あちらを取りましょう。ゲットしたらすぐメニューを開いて装備し、オレンジスクロールで回廊へ帰還。戻ったら真上にある聖なる炎へ向かい、ボスから手に入れた魔性を燃やして参りましょう。聖なる炎で魔性を燃やすことで、ヒットポイントを全回復することができます。ちなみに燃やせる魔性を持ってない時に聖なる炎に触れると逆にダメージを受けます。なんで？さてこの時点で40回は再走していると思いますが、地獄はまだまだ続きますぞ。そんな具合に2つ目のエリアへ。このエリアのアウトサイドは動きの遅い敵ばかりなので、丁寧に進めていればノーダメージで突破できることでしょう。そういえば先ほどパラレルゾーンの奥地で入手したハイパーアーマーの効果ですが、これを装備したことで防御力が6、つまり被ダメージが6ほど減少します。
これだけ聞けば、最強の防具を着ておいてこの程度かい、と落胆するかもしれません。が本作の防具は鎧、盾、兜の3つに分類されており、複数の部位に防具をつけることで、一気に防御力がアップする仕組みになっています。最強防具を全身にまとえば防御力は62、これだけあれば安全かつ大胆に探索ができるようになりますぞ。ってことで、まずはこれら3種の防具の調達を目標に進めております。ゲーム画面ですが、右のファイヤーデーモンは弾を吐く個体なので危険です。かといってはしごの下からちまちま倒すのでは時間がかかりすぎるので、こっちに撃ってこないよう祈りながら突撃していきましょう。ちなみに二頭身の敵の当たり判定は上下に分かれており、上側に攻撃を当ててもひるませられません。というか上下で体力も別々になっているので、実質2体の敵が繋がって歩いているものと考えてしまっていいかも。あ、ここ右にシークレットルームありです。画面が開けたら右に攻撃連打。今回はうまくさばけましたが、稀によくスライムが上を回り込んできて最悪殺されます。ただただ祈りましょう。というわけで今の隠し部屋にてマジックメイスをゲットしました。これは次の防具を取る際に必須になるため、このタイミングで入手しておく必要がありました。ではこのエリアで取るべきアイテムは取りましたので、ボスを倒しに行くとしましょうか。入ったらすぐ左へゴー。この子ですが、動きは決まっているためタイミングを見て右と左を行き来しながら戦っていきます。ただ火の玉の間隔や方向はランダムなので、一気の際に狙撃されないことを祈りましょう。うっかり被弾すれば一発で42ダメージ、しかも連続でヒットさせられる可能性もあるので、できればノーダメージでいきたいところです。では決着までまだ少しかかりますので、今のうちにマジックメイスの効果について説明しておきましょう。こちらを使うと、しばらくの間王子の周囲をメイスがヒュンヒュン飛んで攻撃してくれるようになります。使用中は剣が投げられなくなりますが、その分攻撃速度は圧倒的。超高速で動く、大量の強敵が一気に襲ってきた時は、きっとこのアイテムが役に立つことでしょう。具体的には、この後すぐに出番がありますぞ。はい、ノーダメージ余裕なんだよ。ボスを倒したら、今度は即スクロールを使って帰還しましょう。スクロールを使う際、さっき拾ったマジックメイスをうっかり使わないようにね。で本来は魔性を燃やしに行くのですが、今回は体力が満タンだったのでそのまま次のエリアへ直行。この先、最大の運ゲーが待ち構えています。炎を倒したらマジックメイスを使い、開幕右下にあるシークレットルームへインし。ただ祈りましょう、対処法はそれだけです。あう。一発食らって46ダメージ受けましたが幸運にも無事生存。そしてシールドオブキングをゲットです。嬉しいね。盾を入手した後は一旦外に出て別のエリアへ向かいます。なお今の隠し部屋での勝率はおそらく五分五分といったところ。4発食らえばゲームオーバー、3発ならギリギリ生き延びるものの RTA 的には終わりですので、頑張りましょう。はい、開幕と同時に左へ攻撃。このエリアのアウトサイドでは、超高速かつ不規則に動くコウモリが出現します。こいつは攻撃を当てるのが難しいくせに、一発外すと連続で体当たりを決めて跳ね殺してくる大悪です。許すな。今回はうまく倒せたものの、運が悪い時は見切ったかのように剣を避けてきやがります。祈りながら攻撃していきましょう。あとは時々上から降ってくるスモールデビル君木も同様に触れると痛いので注意。一回ぶつかると最悪死ぬまで食らい続けますからね。あとは二頭身のキラーハウンドですが、こいつは1体目と4体目が炎を飛ばしてくる個体なので倒しておきました。そんなわけでしてタワーでございます。入るとすぐにスモールゴーストが上から来るので楽勝で対処して差し上げましょう。楽勝で対処。楽勝。ゴーストはね、悪い生き物なんだよ。画面端には来ないので、RTA でなければ対処しやすい敵なんだけどね。でこの階層まで登ったら、左へゴー。パラレルゾーン。まずはやはり左端に逃げ込み、安全地帯からゴーストどもを殺していきます。鎧と盾を身につけたことで王子も少しは硬くなったものの、その防御力はわずか14。まだ強気になってはいけません。
ここらの超速雑魚ゴーストどもはどいつもこいつもクソ火力の高い危険生物なので、ひとたび触れれば最後、死ぬまで絡みつかれることでしょう。ゴーストを一掃した後は、はしごを登りましてと見せかけて即バック。ここ、少しでも出遅れると超速クソゴーストに絡まれてゲームオーバー一直線です注意。なおゴーストどもの動きに規則性はありません。狙って攻撃を当てるなんてゲートは、未来予知を習得するか、もしくは魔性の研究が進んでゴーストの規則性が見出されるまでできませんので、当たることを祈りながら剣を投げることで対処しましょう。外せばその度に秒ロスだけど、どうにもならないのでしょうがないぜ。というざれ言をこぼしている間に、目的のブツが見えてまいりました。では安全を確保でき次第、あちらをいただくとしましょうぞ。はいハイパーヘルメットゲットだぜ。そして兜も身につけたことで、貧弱だった防御力は一気に62にまで上昇。こうなればゴーストどもの体当たりもさほど怖くありません。強気で突っ込むんじゃー。ってことで表世界へ戻ると目の前にボス部屋がありますので、中に入れば1000スピード戦です。開幕ちょっとだけ右を向いて連打。あとはこの位置に陣取って、虫くんが近寄ってきたところを刺して差し上げましょう。ここから攻撃すれば、しばらくは体当たりをもらう心配をせずに効率よくダメージを与えていけますぞ。なお防具を揃えたことで、ボスが出す火の弾のダメージは1から4にまで落ちています。しかし本体に触れれば一気に66持ってかれるので慎重に戦おう。というわけで魔性ゲットだぜからの即帰還。じゃあ一つ前のボスから取ったものと合わせて2個の魔性を燃やしていきましょう。そういえば、最初に来た頃はふよふよ漂っているだけだった敵の動きが激しくなっていることにお気づきでしょうか。おっとその話をする前に、お次は開幕すぐ上に攻撃しよう。はい外れ、やり直し？今度はきっと。じゃ素早くて厄介なコウモリを安全に始末したところで先ほどの話の続きなのですが、本作では魔性を3つ手に入れると、あらゆる敵が強くなってしまいます。ですので防具を揃える前に魔性を集めてしまうと、貧弱な王子のまま強敵と戦うことになってしまい苦労することでしょう。そして、最強防具を拾わずに進んでしまった場合はどうなるのかですが、あ、ここで囚われている哀れなモンスターを横目にシークレットルームへイン。やることは右に向かって連打、以上。盾のあった部屋にもいた黒コウモリがいますが、装備が揃っていればただのハエです楽勝。隠し部屋で入手したのはハイパーブーツ。これを装備すると斜め方向の移動速度がアップし、さらに階段で減速しなくなります。一見地味な効果ですが、プレイ感はかなり快適になっておりますぞ。さて、もし最強防具を拾わず進んだ場合の話の続きですが、最強防具はいずれも見えない部屋に隠されているため、初見では探せない可能性が高いですが、本作、一度魔性を拾って外に出ると、そのエリアの入り口が消失してしまい、二度と戻れません。つまり防具が置いてあることに気づかずそのエリアを攻略してしまうと、以降は一層ハードモードとかしてしまうってわけですね厳しい。後半は最強防具が前世のような激しさになってくるからね、しょうがないね。ということでゲーム画面の方ではしれっとボコボコにされてましたが、最強防具なら余裕で耐えちゃうぜ。そしてライフアップの真上あたりにパラレルゾーンの入り口があるので、あそこに入りますぞ。ここのパラレルゾーンですが、真下に落ちている本物のカップを拾い、すぐ右にある出口から出るだけです。カップは、使うと所持ラダーを最大の250まで一気に増やしてくれる消耗品です。この後枯渇したスクロールの買い出しに向かうのですが、こいつがあれば稼ぎ作業なしで補充ができます嬉しいね。なお本物のカップは先ほど手に入れた一品だけ。一部の店では偽のカップが高額で売られているのですが、こいつを使えば、なんと所持ラダーが一気にゼロに、ひどすぎる。説明書には偽カップのことなんて一切書かれてありませんので、150円で買ったカップで250円を得ようとして騙された子供もいるはず。これは、甘い話には裏があるという厳しい教訓を幼いプレイヤーどもに教えようとした結果なのでしょう。素晴らしい教えをありがとう。
そんな話の裏ではとっくにボスと戦い始めているわけですが、この子はコールドキラー君。4体目のボスということで尋常でなくタフになってきている一方、こちらの武器はまだ初期装備なため、非常に時間がかかってしまいます。とはいえ、防具を集めるより先に武器を回収しに行くというのはあまりにも無理ゲーすぎますので、ここは我慢するしかありません。一応ボスの手前まで近づいて攻撃速度を上げれば、もう少しだけ速攻ができるのですが、無理した結果本体に接触して死んだことがあるので諦めて端っこからチクチクしています。安定プレイ最高。なお世界一位兄貴はしっかりギリギリを攻めて戦ってました。こういうとこで差が開くんだなって。とはいえ問題なく撃破。ではいつものように魔性を拾いましたら、さっき道端で拾ったカップを食べつつ、スクロールを使って回廊へ帰還しましょう。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。エンディングが4通り存在するゲームの RTA、始まるよ。ボスゴリラを撃破したところから、ラストまで進めていきますぞ。一旦外に出まして、すぐ右にある迷宮へ。ここで右の部屋に入ると、なぜかショップに移動するのでオレンジスクロールを1枚購入。もう一度右に行ってももう店は出てきません。一体何だったんだ。ってことであと1枚スクロールが欲しいので目的のお店まで移動中です。途中出てくる敵はもはや怖くありません。被弾しても気にせず突っ込んでいこう。ただし一部屋だけ注意すべき部屋があります。それがこちらのヘビゾーンから右に行ったところにある部屋で、この部屋の中央にある魔法陣は出口となっており、触れると有無を言わさず外に脱出してしまいます。うっかりノックバックで脱出させられでもしたら大幅タイムロスなので、炎には気をつけよう。そんなわけで、目的のショップに到着しました。2枚目のオレンジスクロールをブリッと買いましたら、先ほどの出口から迷宮を脱出しますぞ。ちなみに時期のノックバック方向ですが、被弾時に歩いていた方向と連動しており、本的には移動先の反対側へ。そして斜めに移動中は、縦方向のみ入力した方向通りに吹っ飛びます。なお、何も入力していない時は下に吹っ飛びます。この仕様のせいで落下死したマイヤー王子も大勢いるのではないでしょうか。はい、5つ目のエリアです。そしてこのエリアも最後に最悪の運ゲーが待っています。ダメな時は本当にどうにもならないので、せめて祈っておきましょう。まあ防御力は高まっておりますので、道中で死ぬことはまずないんですがね。というわけでしばらく登るだけですのでちょっとだけ倍速。でタワーへ侵入しましたら、まずは、開幕すぐ左を向いてチビゴーストを破砕。あとは4階層目に待望の隠し武器がありますので、そちらをいただきに参るとしましょう。ここだよ、ここ、あう。やだ、いじめないで。あ、でもなんかいい感じに入れたわ。この隠し部屋には新武器のドラゴンスレイヤーが落ちてます。取りましょう。
ただし右にノックバックすると部屋から追い出されてしまうので、邪魔なコウモリは先に殲滅しておきます。邪魔？はい剣ゲット。そしたらあとは外へ離脱。外に出たら、入ってきた時のような華麗かつスムーズなプレイをお見せして差し上げるとします。いつもはこうはならないんですよ。普段は下の壁に引っかかっているおかげで左右に吹っ飛ばないはずなんですが、今回はなぜかそうではなかったようです。原因はわかりませんが、一画面遷移後の時期の初期配置が本来よりも微妙に上にずれてしまっていたのでしょう。そしてこのような微妙に初期配置がずれる現象は、別の場所でも発生することがあり、間もなく、最悪の運ゲーとなって襲いかかってきますぞ。それは置いといて、まずはボスバトルです。この子は常に激しく回転するので、なかなか攻撃が当てられません。幸い武器を更新しているおかげで、今まで以上の高いダメージが入るようになっています。本体に触れると大ダメージを受けてしまうので、無理に連射を狙わず、一発一発を確実に当てていきましょう。なおドラゴンスレイヤーでのダメージは4であり、初期装備の4倍。ボスへの攻撃は2段ヒットする場合があるので、運が良ければ一発で8ダメージ与えられますぞ。やっと倒せました。さてこの後は、海外兄貴のチャートですとオレンジスクロールで即脱出を試みるところなのですが、日本版の魔性では歩き狩りでスクロール代を稼げないため、1枚少ない状態となっています。ですので仕方なく歩いて戻るのですが、ただそれだけでは単なる先駆者の完全劣化チャートになってしまうというもの。ということで本チャートでは差別化にあたり、途中にあるパラレルゾーンに身を投じ、ダブルショットをいただくことにしますぞ。パラレルゾーンへの入り口はアウトサイドの途中にありますので、まずはそこまで向かいましょう。なお魔性を5つ入手したことで敵がさらに強化され、最強状態になりました。今は防具を揃えているのでゴリ押しも余裕の状況ですが、これがもし初期装備だったら4発ほどでオダブツです。怖いね。さあアウトサイドに戻りましたらパラレルゾーン目指して一直線ですよ。そして最悪の運ゲーというのがここだよここ。パラレルゾーンへ移動した後、稀に壁の中にいることがあり、そうなれば罪です。今回は大丈夫でしたぜ。大丈夫だったから動画化してるんだもんね当然だね。ちなみにここで壁の中に閉じ込められて RTA を破壊されたことは過去に2回ほどありまして。しかもどちらもタイム更新中のことだったので、そういう時だけ出るようになってるのかもしれませんふざけんな。さらに言えば調査中は100回ほど繰り返しても一度も現象確認できず、これもわざとはめてるでしょ。そんなお気持ち表明の裏ではダブルショットを獲得いたしましたので、あとは最下層の出口から表世界に飛び立つのみ。ダブルショットは、剣を2発連射できたりできなかったりする装備アイテムです。これを取れば攻撃チャンスが倍増するので、だいぶ戦いが有利になりますが、攻撃面はまだ少し頼りないといったところ。ですがそのような憂いも、次のエリアを攻略すれば解消されることでしょう。そんなわけで、お次のエリアは聖なる炎の左そして左にて。ゲーム難易度が上がったため敵の動きがめちゃくちゃなことになってますが、今の装備ならゴリ押しでいけますね。さて例によってアウトサイドからですが、ここに用はないのでひたすら階段を登っていくだけで OK です。ただし途中には囚われているピクシーが1体おりますが、この子にだけは注意です。こいつは元は無害な妖精だったらしく、倒すとなぜか所持金がゼロになってしまいますぞ。やっぱり有害所の遺子。あと一度だけ買い物をする予定があるので、うっかり攻撃を当ててしまわないようにしましょう。剣も強くなってるからね。ってことで哀れなピクシー君をスルーしましたらタワーへ。そっちじゃないよ。この辺まで来られることがほとんどないせいで、経験不足が目立ってきてますねこれは。今更ですが、はしごに登っている間は王子のモーションが変化し、真上と真下に攻撃ができなくなります。被弾中だけは投げられるようになるのでそこまで影響はないけどね、後半は。でこちらのタワー内には剣のスピードを速める装備がありますので、まずはそちらのダッシュから。目的のシークレットルームはこの階層の左端っこです。はい突破方法はいつものゴリ押し、以上。そして真ん中にあるのはガントレット。
これを装備すると、剣スピードが超速になりますで嬉しいね。あとはボスを倒すだけです。あ、ここで急にフリーズして RTA が終わったことがありました。原因は不明です。さてボスですが、真正面から連打で倒して魔性をいただきましょう。簡単。もし攻撃を食らった場合は、すぐ元の位置に戻るようにしましょう。一発食らうとはしごに落とされ、さらにもう一発もらうとタワーまで戻されてしまいますからね。そんな具合に、残る魔性はあと一つ。最後の魔性は前半パートにて盾を取りに行ったエリアにありますぞ。すべての装備が揃ったことで、マイヤー王子は裸も同然だった最初とは比較にならないほど高性能になりました。ここまで強化できると、このゲームは爽快感あふれる神ゲーに化けます。序盤は理不尽かつ強力だった高速コウモリどもも、今では速いだけの雑魚に早変わり。この感動を味わうために魔性 RTA をやり続けているんですよ。とは言ったものの、ボスだけは相応に強くなっているので注意です。油断するとあっさり負けますので、今後とも気を引き締めていきましょう。そんなわけで最後のタワーですが、ボスの首と魔性の他に取るものはありませんので上を目指すのみです。少し暇になるので、今更ながら出番のなかったアイテムを一部右枠に載せておきましょう。実はいろんなアイテムが出ているんですよ。86年という時代を考えれば、ものすごく凝っているのではないでしょうか。ただ一つだけ効果が不明なものがあって、それがこちらのレッドネックレスなんですが、使ってみても何も起こりません。一体何なんでしょうね。緩和9代からのつきました最上階。ボスですが、最後の1体ということで非常に強化されております。火の玉は最強防具でも58ダメージ受けるのできっちりかわしましはい勝利。ではいつものように魔性をいただきましたら、オレンジスクロールで帰還しますぞ押します。回廊へ戻ったら、忘れずに最後の魔性を燃やしに行きましてまあ。どけやクソゴミ。久々にタイム更新とクリアができそうなのでもうハートはバックバク。ですが魔性 RTA はラストにもお祈りが待ち構えているので、まだ気を抜くことはできません。ってことで7つの魔性をすべて燃やした後はスタート地点を目指すのですが、こちらの店に置いてあるグリーンスクロールを読むことで一気にワープできちゃいます。優しすぎる。スタート地点に戻ったら右を目指しましょう。そして今までは開かずの扉となっていた入り口の向こうが最終ステージです。開幕からいきなりオレンジ色のコウモリが大挙して襲ってくるのでお祈り連射で対処します。このコウモリは攻撃力が高く、最強防具でも7くらい増してたいね。そしてラス弾限定登場のファイヤーゴーストくんは、うっかり触れると50もの特大ダメージ、安全に倒しましょう。さてもうじき最上階ですが、最上階には見づらいですが最強武器のスプレンダーがありますので、忘れずにゲット&即装備。ではボス部屋へ行こう。1回戦は連打で瞬殺楽勝。2回戦は唯一飛び道具を持たないボス。動きは決まっているので慣れれば問題ありません。そしてこの子らを倒した後はラスボス、魔王ルーバスのお出ましですが、すぐにちょい右、ちょい右、ちょい右。はい勝利確定。あとはひたすら連打するんじゃー。そしてラスボス撃破と同時にタイマーストップ。記録は34分18秒でした。では素敵な BGM を聴きながらエンディングを待ちましょう。この BGM、目覚まし時計に使えそうじゃない？そんなわけで魔王が滅びたことで魔性も消え去り、とにかく王国は救われましたとさ。あ、エピローグは全文英語です。日本版の方が半年以上先に発売されてるのにどうして？とりあえずしばらく話すことが思いつかないので、ガバ翻訳を載せてお茶濁しときますねー。さてエンディング画面ですが、実は4種類に分かれています。と言っても、
王様のお召し物カラーと、ラストで見せる2人の表情がそれぞれ2種類の中からランダムに選ばれるってだけなのですが。この条件、一体何で決まるんでしょうね。何度かクリアしたものの、よくわかりませんでした。それはさておき、スタックロールと共に完走した感想ですが、お祈り要素多すぎ。敵の移動も攻撃も何から何までランダム性が強いので、何回プレイしても全然安定しませんでした。厳しい。特に縦の隠し部屋と壁の中にはまって出られなくなるパラレルゾーン、あんたたちのせいで何回も記録潰されてんの。そしてゲームオーバーになるたびに何度も繰り返すことになる最序盤の稼ぎ作業が大変すぎ。といった感じ。ちょっとでも無茶しようとした結果瞬殺されて、冒頭7分の稼ぎ作業が一瞬で、という展開はもう何度見たかわかりません。投稿時点でプレイ数150、打ちクリアできたのは8回だけというわずか 5% 程度のクリア率が、本作への厳しさを表していることでしょう。ただ、これだけははっきりと真実を伝えたかったのですが、すごく面白いです。このゲーム、そしてこのゲームの RTA。終始非常に厳しくそして辛いのですが、だからこそフル強化まで進められた時は最強王子を動かせる感動を味わうことができました。そしてクリアした後も、あの強さにまた至りたいという一心が中毒性となって、思わず何度も再走をしてしまうんですよね。というわけで、今回走ったゲームの個人的評価はこちら。秋っぽい自分でさえ何度もプレイしてしまうほどのゲームですので、本作は名作と呼ばせていただくしかありませんでした。頑張って遊べばとても素晴らしいゲームに化けますので、当時クリアを諦めた元子供の皆様もぜひ今一度挑戦されてみることをお勧めします。というわけで、エンディングが終わりましたところで本動画の方も締めさせていただこうと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。